偉い人にはわからない機体 MSN-02 ジオング。 MSN-02 ジオングは機動戦士ガンダムにおける一年戦争の最終決戦であるアバオア空戦においてジオン軍の最終兵器として登場し、シャアーズナブルが登場して活躍した大型モビルスーツであり、ガンダムと最後の激闘を繰り広げた機体です。今回はそんなジオングについて解説させていただきます。ジオング出るぞ。宇宙世紀0079に繰り広げられた地球連邦軍とジオン公国軍の戦いである一年戦争において、開戦当初地球連邦軍に先立って人型機動兵器であるモビルスーツを運用し、戦争のやり方を一変させたジオン公国は、一年戦争末期にはニュータイプを兵器として投入するという新たなコンセプトに挑戦を続けていました。ニュータイプ兵器を開発し、ニュータイプが優れた戦果を上げることはジオン公国の基本理念であるジオニズムの正当性を確保するものでもありました。そのためジオン公国はフラナガン機関を設立し、ニュータイプ研究を積極的に行ってきました。その中で開発されたジオングは、そのニュータイプ研究成果の集大成として製造された究極のモビルスーツであり、ジオン公国軍の士気を高めるという意味を込めて、ジオン公国の名を冠したジオングと名が付けられた機体です。ジオングの開発経緯としては、サイコミュシステムを搭載したモビルスーツとして開発が計画されます。その期待度の高さから開発計画案の段階でジオングの名称が付けられ、仮の型式番号として MS-16X が与えられました。開発を進めるにあたり、中型宇宙戦闘機、サイコミュシステム試験用ザク、ブラウブロといった複数の機体によってサイコミュシステムとビーム兵器の試験が行われます。優先誘導式メガ粒子砲を採用したMAN-03 ブラウブロのデータは MAN-08 エルメスと MS-06Z サイコミュ試験用ザクへ反映されます。サイコミュ試験用ザクは通称ビショップまたは Z タイプザクとも呼ばれる機体で、ザク2をベースに小型化しきれていないサイコミュを搭載しており、腕部が大型になっているほか、着地用に残された一般的な脚部を装備しており、歩行機能を持ちません。そこで高軌道で稼働した際の運用テストを行うため、サイコミュ試験用ザクの2号機を回収し、両脚部分を熱核ロケットエンジンに変更した MSN-01 サイコミュ高機動試験用ザクが開発されます。この機体によってサイコミュ兵器と同時に機動性も考慮した実験が行われることになりました。こうしてサイコミュ高機動試験用ザクによるデータ収集が進行するにつれて、ジオングには正式な型式番号 MSN-02 が与えられます。しかし開発時に入手できたサイコミュの運用データは不安定なものが多く、またニュータイプ能力を持つパイロットの確保が困難だったこともあって、ジオングには無線式サイコミュではなく有線式サイコミュを搭載することを前提に開発が進行していました。しかし同時期に A 級ニュータイプであるララースンの出現と無線誘導サイコミュを搭載したエルメスが完成したことによって、ジオングは完成直前に開発計画が縮小されました。その結果、プロジェクトチームの一部だけが残されることになり、残ったメンバーでジオングの開発と同時に歩行ユニットの開発を進めていくことになりました。サイコミュ高機動試験用ザクとエルメスのサイコミュの技術を取り入れてアバオア空で開発が進められるジオングは、実戦投入にあたって上腕部の装甲や脚部ユニットが装備されていなかったことから、ギレンザビからは未完成品と呼ばれ、キシリアザビからは 80% しか完成していないようだがと言われる始末でしたが、技術士官から言わしめるとすでに 100% の完成度まで高められた状態に仕上がっていました。 80%？ 冗談じゃありません。現状でジオングの性能は 100% 出せます。足はついていない。あんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。ジオングはオールレンジ攻撃と絶大な火力をコンセプトとして開発されました。まずオールレンジ攻撃については、サイコミュシステムを用いることによって誘導式の攻撃を可能にしています。サイコミュシステムはフラガナン機関によって開発されたシステムで、パイロットの脳波による遠隔攻撃を可能とします。しかし扱えるのはニュータイプに限られることや、一年戦争当時の技術では装置自体が巨大なことなどの扱いがたさがありました。ジオングはサイコミュを小型化しきれなかったため、通常のモビルスーツに比べると大型になったため、 RX78 の2ガンダムが全高18メートルだったのに対して、ジオングは
脚部なしで 17.3 メートルというモビルスーツという分類の中ではかなり大型の機体になりました。しかし遠隔操作によるオールレンジ攻撃は魅力で、敵機を一方的に攻撃することができるという優位性は揺るぎないものでした。次に絶大な火力についてです。ジオングは機体各部で合計13門ものメガ粒子砲を装備しており、威力は絶大です。劇中では両手での一斉射撃で巡洋艦を容易に撃沈させ、片腕の正射でもガンダムの腕をシールドごと吹き飛ばすほどの火力を見せつけています。それだけの大火力がゆえに非常に高出力のジェネレーターを搭載しています。ジェネレーター出力はいわゆる機体の消費電力量を示す数値ですが、この数値を単純比較してみるとガンダムが 1380kW であるのに対し、ジオングは約7倍の出力となる 9400kW を誇ります。後年の高火力高機動モビルスーツであるダブルゼータガンダムですが 7340kW となっているため、モビルスーツとしては驚くべき高出力になっています。ジオングの武装としては最大の特徴として優先式5連装メガ粒子砲を持ちます。これは両手の前腕部そのものを砲塔としたビーム兵器です。当初はエルメスのビットのような無線式の武装を搭載することも計画されていましたが、ほとんどのパイロットがサイコミュシステムをうまく操作しきれないことから、サイコミュ高機動試験用ザクから継承した優先誘導式が採用されました。マニュピレーターの各指が5連装メガ粒子砲として機能するようになっており、この腕を飛ばしてのオールレンジ攻撃が最大の武器となっています。HGUC 版の説明書によると、指先がそれぞれ別の砲門となっていることから、究極的には5本の指で5つの目標を別々に狙うことも可能とされています。また本体とビーム砲をつなぐ数キロメートルに及ぶケーブルは敵機に切断されることを想定して予備が2から3本セットされているとされていますが、再接続の方法は明らかにされていません。次に腹部メガ粒子砲を2機装備しています。サイコミュでのコントロールが可能とされていますが、構造上前進中は攻撃可能な射角が制限されるため使用頻度はあまり高くなかったとされています。最後に頭部メガ粒子砲です。後頭部にメガ粒子砲1機が内蔵されており、前腕部が射出中でも使用可能で自衛用兵装ともなります。当時のモビルスーツならば一撃で撃破することが可能な威力を持ち、劇中では頭部メガ粒子砲をガンダムに直撃させて相打ちに持ち込みました。ジオングは数少なく貴重なニュータイプの登場を想定していることから、パイロットの保護を目的とした脱出機構として頭部の分離構造が採用されています。コックピットは胸部と頭部の2箇所に設置されており、胸部が機体制御用、頭部が射撃及びサイコミ用として2名体制での複座運用も可能とされています。劇中ではシャアが胸部から登場して頭部へ移乗する様子が描かれています。ただし機動戦士ガンダムジオリジンではコックピットは首周りの1箇所のみと設定が変更され、分離した際は頭部と首周りが一体化した状態となっています。劇中ではガンダムによってゲルグを中破させられたシャアーズナブルが、アニメではキシリアザビから機動戦士ガンダムジオリジンではギレンザビからジオングを託され登場することになりました。そして迎えたアバオア空戦ではキシリアによりアバオア空要塞 S フィールドに出現した連邦軍艦隊を第34モビルスーツ隊と共に迎撃する命令を受けます。最初はジオングの性能に不安を持つシャアが焦る描写が描かれており、この内心はテレビ版ファーストガンダムの正式なノベライズとして富野監督が1997年に表した小説密会アムロとララーによると、シャアは人型の内包する柔軟性に全幅の信頼を寄せているが、故にジオングの足がない形状に不安を持っていたと語られています。さて問題は私に明確なニュータイプの素養があるかどうかだ。結果的にジオングは卓越した性能を見せ、あまたの敵モビルスーツと戦艦を撃沈させるという戦果を挙げます。その後宿敵であるアムロが登場しているガンダムと交戦しますが、シャアはガンダムを見失ってしまい、ガンダムが結露を開くのを許してしまう結果となります。そのため本来の任務である連邦軍艦隊の殲滅には失敗しています。連邦軍艦隊とモビルスーツ部隊が要塞に取り付いた後、ガンダムと本格的な交戦を開始します。ジオングはガンダムのビームライフルを4発被弾するも、
戦闘を継続する耐久力を見せましたが、最終的に頭部ユニットのみになり、アバオア空内でガンダムと相打ちに持ち込みました。しかし爆発寸前でジオングから脱出していたシャアはアムロとの生身の対決を繰り広げることになっていくのです。パイロットスーツがなければ即死だった。余談ですが、モビルスーツバリエーションハンドブックにやモビルスーツバイブルによると、ジオングはシャアの登場した1号機と合わせて全部で3機が製造されており、シャア登場機以外の2機と開発途中だった脚部ユニットはアバオア空の戦闘の最中で喪失したとされています。この失われた脚部を完成させたジオング完成機、俗称パーフェクトジオングは本来は失われた機体のはずでしたが、その人気から様々な作品で登場する機体となっています。また機動戦士ガンダムは放映当初は低視聴率で苦戦した結果、番組途中で打ち切りとなり、全43話の作品となりましたが、元々は全52話で考えられていたストーリーでした。この内容が記載された富のメモによると、本来の42話ではジオングではなくヒケロガがシャアの登場機として初登場する予定だったとされています。私が振り回されている。冗談ではない。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。